ございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルの運営や別荘建築をしたり、千葉の暮らしをおすすめする房総イズムで住宅を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、飲食店の断面図はカウンター周りを描こうという前回に引き続きですね、断面図についてなんですけど、今日はね、具体的な事例をもとにお話できたらなと思ってます。前回の結論と一緒なんですが、断面図は空間構成と作り方を伝える図面なんですよね。で、そこを意識して書いていくと伝わりやすい図面になると思います。飲食店におけるカウンターの断面なんですが、検討すべき、ステップが5つあります。1つ目が厨房と客席の床の高さ、2つ目がカウンターの高さ、3つ目が天井の高さ、そして4つ目がカウンターの作り方、5つ目がそれ以外の作り方。一つずつステップを登ることですね、書きやすくなってきますよ。ただですね、言葉だけでこれなかなか伝えられないと思うので、オープンチャットの方でね、断面図の資料をまず流しておきます。で、早速1つ目の厨房と床の高さなんですけど、これはお客さんとスタッフの目線を合わすか合わさないかっていうのをまず決めた方がいいです。その上でですよ、厨房の排水勾配100分の1勾配ってよく言われてるんですが、グリストラップの高さを決めて、薄型、超薄型とか埋め込み型、置き型とかいろいろあるので、床の下地の厚みも考えて、床の高さが決まっていくと。で、だいたい30坪ぐらいのね、小さい飲食店であれば、250から300ミリぐらいの高さを、スラブから上げれば、床を上げれば大丈夫ですということです。2つ目、カウンターの高さなんですが、椅子の座面の高さから250から300ミリで設定するといいってことを覚えておいてください。個人的にはですね、280ミリが食べやすい寸法かなと思ってますので、私が設計するとですね、その寸法になっています。例えば椅子の座面の高さが440ミリであれば、カウンタートップの寸法は床から720ミリということになるわけです。ここでちょっとね、気をつけなきゃいけないのは、椅子にはプラパートというね、床の傷防止だったり、椅子の、動きを滑りやすくするために、椅子の足の裏にですね、取り付ける材料があるんですね。これがね、10ミリぐらい座面を上げるので、この寸法を踏まえた上で椅子の座面の高さを考えた方がいいです。そうするとですね、床側の厨房の床の高さを300ミリ、と厨房機器800ミリ、高さの話ですよ。それで1100ミリの高さに厨房側はなるということです。一方、客席側は床を上げないとカウンターの高さが720ミリなので、カウンター前は1100ミリマイナス720ミリで420ミリの立ち上がった壁がカウンターの前にドーンって出てくるということになります。ここでですね、スタッフと最初に言ったお客様の目線を合わせたいっていう風になると、客席の床を上げていくわけなんですよね。で、厨房機器のトップから例えば100ミリ上げて水返しとかね、手元隠しとか作るとなると、420足す100ミリで520ミリ床を上げると、ちょうど目線があって水返しがカウンター側に
できるというカウンター断面になります。ちょっと何言ってるか分かんないかもしれませんが、これはちょっと図面を見て、ちょっと確認してみてください。3つ目、天井の高さです。そもそもね、520ミリなんていう数字を上げていくと天井高さが520ミリ下がることになるので、それでも問題ない空間なのかどうかを確認しておいた方がいいですよね。特にオープンキッチンで厨房側にガスを使う、厨房機器があるとステンレスフードもついてくるんですよ。煙吸うやつですね。その中にグリスフィルターという三角形の油取るやつがあるんですけど、厨房機器までの距離が法律で決まってるんです。これまた建築基準法だと確か、1000ミリ1メーター以下で、消防法だと800ミリ以上離しなさいみたいな。だから800から1メートルみたいな、こう不思議ですよね。建築基準法と消防法が真逆を言ってるっていうのも、この辺は、調べてみてください。ググればすぐ出てくるので、となるとですね、飲食店の場合は厨房の床を300ミリ上げて、厨房機器の高さが800ミリとかで、そこから900ぐらい例えば離して、高さはいろいろですけどグリスフィルター高さ500ミリのものをつけるとなるとですよ、結局ですね、そこから90ミリ離してごめんなさい、そこから、さらに天井の照明器具やダクトスペースを、500ミリを取るとなると、厨房高さはスラブから3メートルぐらいの空間が必要だってことになります。オープンキッチンの時は結構要注意だよねって思いませんかね。この辺もちょっと図面で確認してみてください。4つ目の、カウンター周りの作り方ですが、これからは、今の断面、形状の中身のお話なんですけど、どう作るかってやつですね。まずは、カウンター周りですが、厨房の防水層を、作るために、コンクリートブロックを積んでですね、シート防水とかアスファルト防水といったものをまずして、保護モルタルで防水を守るという形を取るんですが、このあたりはね、別に防水小サイズのお話をちょっと詳しくするとしてですね、そのコンクリートブロックの上にですね、カウンターを支える壁を作るわけですよ。強度と施工性から考えると木軸で作る方がいいんですが、火を使う場合はやっぱ鉄骨とか LGS とかそういったものを使った方がいいと思うので、カウンターを、壁のね軸に挟み込んで最後設置した方がいいかなと思います。カウンター材って結構グラグラするんでね、壁のその軸組みに組んだ方がいいよねっていう話です。最後にその他の作り方ですが、床は置き床にパーチとか合板といった板材を、引くし、天井であれば LGS や木軸でもいいんですけど、厨房なんで LGS で天井組で、断面図に書き込みます。天井組大体60ミリとか100ミリとかあれば大丈夫だと思いますけどね、これはどの断面図も内装工事であればあまり変わりませんので、他のも参考にしてみてください。あと建築図の断面図と違って構造が絡んでませんから、結構自由に作れちゃうっつったら自由に作れちゃうのが内装の特徴です。こんな感じでざっと断面図を完成させたという感じで、足早ですがざっといきましたが、今日は、飲食店の断面図は、カウンター周りをまず描いてみようというテーマでお話しましたが、分かりましたでしょうか？どうでしたかね？実際書いてみないと分かんないと思うので、オープンチャットに流す断面図見ながら白紙から書いて練習してみてください。最後にちょっとだけお知らせさせてください。
奄美大島で海岸清掃を毎月第1日曜日開催しています。次回は1月8日の8時からになります。珊瑚島と天然プールのある邸宅に宿泊していただいて、集落の人たちと清掃しましょうねというイベントです。 URL を貼っておきますので参加お待ちしてます。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、非公開の LINE グループでそれぞれのプロジェクト LINE グループに入っていただき、リアルなプロジェクトでの設計者や施工者のやり取りを見てもらってます。ただそれは秘密保持の観点で公開できませんので、まずは無料公開されている LINE のオープンチャットの方の URL を貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。